終わった。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ベガパンクの暴露配信から読み取れる、ワンピース最終章の展開です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まず、小田先生は5年前、ワンピースについて、あと5年で終わりたい。そのように発言していました。この発言の真相は97巻で語られています。小田っち、あと5年でワンピースの連載やめるって本当ですか？はい、やめるっていうか、ルフィの冒険の一番面白い部分、ワンピースって何なのの物語が完結するから終わります。そのように答えていました。その97巻から5年後が110巻、1113話から始まるベアパンクの暴露配信です。1113話の話数の語呂合わせは2年前に考えたように、ワンピース。そこではまず、現在の世界が海に沈んだ世界だと明かされていました。そのシーンには、イシダイの人魚イシリーとクジラが泳いでいます。以前も考えたように、小田先生の自画像はイシダイであり、小田先生は海の中に沈んでいます。そして1113話のクジラは、234話の扉へのクジラにそっくりです。234話のタイトルは、ご記憶くださいますように。つまりはおそらく20年以上前から構想していたワンピースの世界の秘密が1113話で明かされたのですから、小田先生的には感慨深いでしょう。小田先生の中では5年後に本当にある意味でワンピースは終わったというのか。わかりやすく言えばその真意とは、ワンピースの正体がわかるくらいある程度伝えましたよ。考察中たちならもうわかるでしょう。そういった意味が込められているかもしれません。しかしまだまだ連載は続いていきますから、ベアバンクに全てを語らせるわけにはいきません。ここからはベアバンクの配信からワンピース最終章クライマックスを読み解いていきます。ワンピースを純粋に楽しみたい方はここで動画をストップしてください。よろしいでしょうか。まずは難解なベアバンクの配信を大まかにまとめましょう。ベアバンク曰く、世界は海に沈みゆく。それは人為的なものである。一方、原初の海賊ジョイボーイは3つの古代兵器を後世へ残したと言います。それこそがおそらくワンピースの正体であり、それは沈みゆく世界を救えるもの、そのように読み解けるでしょう。つまりワンピースの正体とは3つの古代兵器でほぼ確定。これはビッグマムもそのように言っていました。するとつまり古代兵器の役割とは沈みゆく世界を救えるものでしょう。なぜなら800年前のリリー曰く、ポーネグリフを守りなさい。沈みゆく世界に夜明けの旗を掲げ、そのように言い残していたからです。ポーネグリフに書かれているのは失われた歴史、空白の100年と3つの古代兵器のありかだからです。つまり富と名声と力の一つなぎの大秘宝、ワンピース。富とは古代兵器プルトンです。ローマの言葉でプルトンとは不赦という意味だからです。名声とは古代兵器ポセイドンでしょう。日本語で名のある声と書いて名声。白星はその声で海王類を従えることができるからです。力とは残った古代兵器ウラヌスでしょう。ウラヌスとは天の神の名前であり、力という意味が付随していそうです。ジョイボーイが残したというこれら3つの古代兵器を一つにつなげることができれば、沈みゆく世界を救えるというのか。その沈みゆく世界を救う方法はすでにこちらの動画で考えました。それは海と雲の水の大循環。大量の海水を雲に変えて、その雲を南極か北極に移動して雨を降らせて、そして氷にすれば上昇した海面を下げられると考えました。その方法はベガバンク曰く科学でしょう。それこそが子供の頃に習った水の大循環、海と雲の一つなぎです。それができるのが古代兵器ポセイドン、プルトン、ウラヌス。3つの古代兵器か。そして上昇した海面を下げることができれば、海に沈んだ大地は再び浮かび上がります。点在していた島々が一つにつながる、リバースする。それが最後の一つなぎの大秘宝、ワンピースか。大地こそがワンピース。それは表裏一体になっていると思われるノーランドからもわかります。ノーランドが発見したのはドクロの島の右目、黄金都市、つまり都市でしたから、表裏一体になっているロジャーが民衆を駆り立てた一つなぎの大秘宝も国や都市、島といった場所であると考えます。つまりそれはベタに一つなぎの大秘宝、滅ぼされた巨大な王国の跡地でしょう。それは空島でもヒントが登場しています。空島では黄金、つまり黄金鏡よりもバース、つまり大地こそが宝であると言われていました。大地は死なない。3つの古代兵器を一つにつなげれば世界を救える。大陸の断片は一つなぎになると。そんな古代兵器の兵器とは、それは世界政府が名付けたものでしょう。確かに兵器と呼ばれるほどの脅威を持ってはいますが、
一方で乙姫は古代兵器とは幾千もの命を救える愛の力だと言っていました。その力を正しく導く者が現れる。それが魚人島に伝わる伝説でした。その正しく導く者こそがルフィだとわかるでしょう。ちなみにこのシルエットは110巻のプロモーション動画でジョイボーイのシルエットだと判明しています。ジョイボーイは800年前、当時の人魚姫を正しく導いてはいたが、世界政府に敗北してしまったと。正しく導く。ここが古代兵器のポイントです。ワンピースにおいて兵器とは使用者によって正義にも悪にも染まるものだと何度も示されてきました。それはフランキーが作ったバトルフランキーや人間兵器パシフィスタ、セラフィムたちがそうです。かなりあやふやで危ない存在。それが古代兵器です。海軍たちが掲げる正義もここに起因しているのでしょう。海軍たちの目的は古代兵器の復活阻止。しかし正義と悪は常にひっくり返る。これはワンピースの裏テーマでしょう。そのように考えると、世界中で迫害されてきた魚人たちは、おそらく沈みゆく世界で人間たちの命を救ってくれそうです。そしていつか人々は自分たちが迫害してきた魚人たちに手のひらを返して感謝する。立場がひっくり返ると。それでは次に3つの古代兵器がどのように繋がって沈みゆく世界を救うのか、こちらも考えましょう。まず古代兵器ポセイドンは海王類を従えることができます。海王類たちはおそらく船を引くために必要だと考えられます。これは船を引っ張っていたモームやキングブルからわかります。その引っ張る船とは人々を救済するためのノアの箱舟でしょう。世界が海に沈みゆくならノアの箱舟は重要です。古代兵器ポセイドンこと白星はノアの箱舟を先導して世界中の人々の命を救う役割がありそうです。その伏線は沈みゆく世界の語呂合わせ、沈みの語呂合わせ、沈み。423は人魚伝説。423話で一味の命を救った心ばあさんが伏線でしょう。次に古代兵器プルトンの役割は何でしょうか。プルトンとは島一つを吹き飛ばす造船史上最悪の戦艦です。このプルトンには設計図があり、僕はイムフォーとは古代兵器ウラヌスではなく古代兵器プルトンだと考えています。設計図があるということは4年前にも考えたようにプルトンは2つ存在している可能性があるからです。そして1060話の考察動画ではイムフォーの正体とは555話の扉絵で見たウェザリアの気球船だと考えました。なぜならこの船は月の壁画の絵に似ていたからです。その後話は進み、イムフォーは古代兵器だと判明して、その古代兵器の動力マザーフレームが登場すると、その姿はウェザリアの気球船と月の壁画のものにそっくりでしたから、この考察は的中していたと考えます。つまりこれがおそらくプルトンの造形です。プルトンイコール気球船。これも4年前、プルトンとは空飛ぶ戦艦だろうと考えました。だからプルトンを守る光月家の家紋は鳥なのか。プルトンはスチームパンク的な世界観の気球船だと仮定します。プルトンがもしも空を飛べれば、沈みゆく世界では重要な存在になり得ます。空を飛べれば沈みゆく世界で人々が生きていけるからです。これはベアバンクも同じようなことを言っていました。空に浮かんで人が住める島雲、それを作れる島雲製造機クモフトこそが人類を救える要になるだろうと。だから島雲で空を浮遊したサテライトたちは最後にウェザリアの友人に連絡を取ったと。それは来たるべき最悪の日のために。その日までにサテライトたちは人々を救える島雲を上空で今もなお大量に製造しているのではないでしょうか。そう、ベアバンクは配信では混乱を避けるために言いませんでしたが、おそらく世界は近いうちにほとんど海に沈むと考えている。世界がほとんど海に沈んだらどうなってしまうのか。まず船を持たない人々は高台を目指すでしょう。ワンピースの世界の高台にはほとんど王宮があります。ここでそれぞれの国の王族たちの器が試されそうです。まずアラバスタはビビが不在でもチャカは人権派ですから王宮で人々を救うでしょう。ウォーターセブンはアイスバーグが別の理由で島ごと海に浮かべる構造に変えたので大丈夫です。インペルダウンにいるボンちゃんドフラミンゴもおそらく大丈夫でしょう。インペルダウン所長のハンニャバルは割と男気があり、囚人たちを見殺しにはしないはずです。問題はゴア王国風車村です。ゴア王国の国王ステリーは市民を見捨てそうです。するとマキノが危ない。しかしゴア王国にはダダンがいます。ダダンがステリー王を倒して革命を起こせばマキノやウープスラップは助かるかもしれません。しかしそれでもノジコやカヤ、コウシロウなどイーストブルーは高台があまりなく危険そうです。イーストブルーの人々を救えるのはおそらくオーナーゼフ。
増築した海上レストランバラティエなら救えそうです。いずれにせよ今後世界は大パニックになると予想されます。そんな人々を救えるのがノアの箱舟と島雲、そして空飛ぶ気球船ワノ国のプルトンでしょうか。となると残されている古代兵器ウラノスとは一体何なのか。それは力であり天の神の名前を持つ古代兵器。それはやはり以前も考えたように太陽の神と呼ばれる人々の実ニカなのか。覚醒すればゴムの体にさらなる腕力と自由が与えられるというニカの力。天の神、自由の神か。ウラヌスの語源とは星散りばめたるもの。そしてニカの技、確かに相手に星を散りばめます。ニカイコールウラヌスなのか。太陽の神ことルフィが天の神ウラヌス、光月桃之助が冥界の神プルトン、星々が白星、海の神ポセイドン。3つの古代兵器と3人の所有者が合わさって富、名声、力、一つなぎの大砲ワンピースが完成するのか。3人が協力することで沈みゆく世界から人々を救えるのか。太陽、月、星、そこで思い出すのは歌日記です。歌が配信していた部屋は太陽、月、星の一つなぎです。それならば次にフィルムレッドを考えましょう。フィルムレッドでは歌の歌が鍵を握る物語でしたが、そのフィルムレッドを監督した谷口監督は26年前、ワンピースが初めてアニメ化された時の監督であり、谷口さんはワンピースの正体をその時教えてもらったと言います。となると、フィルムレッドにはワンピース最終章のヒントが描かれている可能性がありそう。それこそがやはり歌でしょうか。ちなみに歌はベガバンク製でんでん虫でライブ配信しており、そこから僕は半年前、エッグヘッド事件の真相とはでんでん虫だろうと考え、それはほぼ完璧に的中できました。つまりはやはりフィルムレッドには最終章のヒントが隠されていそう。だからこちらの動画ではイム様の正体とは歌の魔王トットムジカに歌が飲み込まれたように、イム様もまた悪魔の実の悪魔に精神を飲み込まれたと考えました。そんなフィルムレッドでは初めてニカが映像化されましたが、ワンピースの正体を知るフィルムレッドの谷口監督が26年前に公開したワンピース初アニメ作品の敵がカニの海賊ギャンザック。ニカの反転がカニ。ワノ国に上陸したルフィはカニによって目覚めました。そして最後にニカになって目覚めました。さらにそのアニメ作品のヒロインはメダカという女の子です。メダカといえばメダカのニカ。メダカとは漢字で麦の魚と書きます。小田先生は一体どれだけ昔からニカの物語を考えていたのか。そして重要なのは歌です。ロジャーは白ひげにラフテルの生き方を教えようとしていましたが、ラフテルへ行くにはロード・ポーネグリフの他にもしかしたら音楽家が必要かもしれません。海賊は歌うんだぞ。原初の海賊ジョイボーイがラフテルへ到達するために何かの仕掛けをしている可能性はあるでしょう。それが歌なのかもしれません。ちなみに以前も考えたように、ワンピースのピースとはかけらという意味の他に曲という意味もあります。もしもそうであれば、1985年のスピルバーグ監督作品、名作映画グーニーズがモチーフとなるかもしれません。映画ファンの小田先生なら 100% 影響を受けているグーニーズ。グーニーズの簡単なあらすじは、伝説の大海賊、片目のウィリーが残した宝の地図を発見した少年少女グーニーズたちが脱獄したギャングたちに追われながら海賊の財宝を狙う物語です。その片目のウィリーが財宝の洞窟に仕掛けた罠が音楽です。ドクロのパイプオルガン。正しい音を奏でると宝への道が開けるが、音を間違えれば床が抜けるという仕掛けです。これと同じようにワンピースでも音楽によってラフテルへの道が開かれるのではないでしょうか。やはりワンピースでは歌が重要そうです。ちなみにグーニーズの主人公マイキーは最後に発見した海賊の宝で父親の借金を返済しています。4年前のこちらの動画では笑い話の意味を考えました。なぜロジャーたちはジョイボーイが残したリオポーネグリフの前で笑ったのか、笑い話とは何なのか。その動画ではリオポーネグリフには空白の100年とともにジョイボーイの謝罪文も書いてあると考えました。なぜロジャーはその島を笑い話と名付けたのか。宝払いです。宝払いとは1話で登場した用語です。1話では酒場の店主マキノがルフィあなたも何か食べてくと聞くと、ルフィは
ああ、じゃあ宝払いで食うと言い、それを聞いたシャンクスは、出たな宝払い、お前それは詐欺だぜとルフィに苦言を言うと、ルフィは違う、ちゃんと俺は海賊になって宝を見つけたら金を払いに来るんだと言っています。つまりルフィはマキノに宝払いという約束と借金があるわけです。いわばルフィは債務者です。となれば、ジョイボーイがポーネグルフィに残した笑い話の意味を考えるなら、それはジョイボーイの再来であるルフィから考えることができるかもしれません。例えば、ルフィが今もしも仮に死んでしまうとしたら、どんな衣装を残すのか、それを考えてみれば、ジョイボーイの笑い話に近づけるかもしれません。ルフィが例えば衣装を残すとしたら、考えられるのはまず、海賊王になれなかった悔しい気持ちを残すでしょう。宝払いのツケも謝罪するかもしれません。これがジョイボーイの笑い話、ロジャーが名付けたラフテルという意味の可能性です。800年前にジョイボーイが果たせなかった数々の夢や約束はいわばツケです。夢や約束や酒のツケを払えなかったジョイボーイのポーネグリフが置いてある島、それこそがまさにラフテル、笑い話であると考えます。800年前のジョイボーイもルフィのように宝払いのツケ、借金が溜まっていたと、その謝罪文に海賊はみんな大笑いしたと考えます。つまりジョイボーイには宝払いのツケがあり、その約束を果たせなかった謝罪文が書いてあると考えました。そんなジョイボーイにロジャーたちはひっくり返って笑ったと考えました。それこそが笑い話。それこそが真の歴史の本文であり、そしてジョイボーイの航海日誌。いや、航海日誌。それは歌日誌ともつながる航海日誌。イオポーネグリフの正体とは、ジョイボーイの航海日誌だと考えます。なぜなら、ベアバンク曰く、歴史とは物語である。この物語の主人公は、ジョイボーイ。以上です。皆さんはどう思われましたか？ありがとうございました。チャンネル登録してね。謎を解く鍵はより一体語呂合わせ、最強をすうの理論に滑り倒すダジャレと音痴な私の考察には敵が多すぎる。謎を解くゆでろゆでろ、一緒に最後まで釈迦じゃないよ、釈迦より